ほいー。オランダ在住の俊吾です。前回の動画では、オランダワーホリビザ申請中のカップルの日常ということで、オランダに入国してから僕たちがどんな生活をしているのかっていうのを動画にしました。今回は僕たちがどういう形で今滞在しているのかっていうのを詳しく説明したいと思います。結論から言うと、今、オランダ入国してから約1ヶ月間の間、僕たち実質無料で滞在しております。で、なんで実質無料で滞在できているのかとか、その辺も詳しく話していこうと思います。これからオランダワーホリとか、オランダ移住とか、はたまた海外移住とか、興味ある方はですね、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。でまず最初に、僕たちオランダ来る前にカナダにね、2年間住んでたんだよね。はい。カナダに住んでた経験があるんですけど、日本から海外に移住だったりとか、長期間住むってなった時の家探しの方法が主に3つあって、1つ目は日本に住んでる間に現地の家をもう決めちゃって来るっていう方法。2つ目がホテルとか Airbnb に泊まりながら現地で家探しをするという方法。そして3つ目が今僕たちがやってるそのワークアウェイっていうサイトを使って実質無料で滞在させてもらいながら現地で家探しをするっていうこの3つの方法があります。カナダにいるときはどうしてたの？カナダにいるときは一番最初はホームステイしたんだけど、あれは確か学校が手配してくれたので、カナダに渡航するときにはすでに家が決まってる状態で1ヶ月半ぐらいかな。その間に次に住む家を現地で探してたっていう感じ。でもホームステイの費用を払うみたいな感じ。そう。ワークアウェイっていうのが、どんなものかっていうと、世界中にいるホストのところに滞在しながら、ボランティアだったりとか、お手伝いをする代わりに住む場所だったりとか、食事っていうのを提供してもらうっていうサービスになってます。日本だとそんなにメジャーじゃないかなって思うんですけど、海外ではね、結構当たり前に使われてるサービスらしくて、世界160カ国以上使われてたりとか、常に5万人ぐらいのホストが登録されてたりとか、かなりメジャーな方法らしいですね。知ってた？知らなかったね。友達に教えてもらって、そうめっちゃいいじゃんみたいな感じになった。なんです。で、そんなワークアウェイを、使おうと思った理由、使った理由を話そうかなと思うんですけど、主に3つあって、その理由の1つ目が、僕たちオランダに住んだことがなかったので、日本にいる間から、内見もせずに家を決めるっていうのは、ちょっと怖かったっていうのもあるので、実際にオランダに来てから、現地の街の雰囲気だったりとか、内見をして家を決めたかったので、ワークアウェイを選びました。2つ目が、滞在費を抑えられるっていうこと。ホテルとかエアビーだとやっぱりね、十何万とか飛んじゃうかなって思うんですけど、このワークアウェイは滞在費で言うともう実質無料なので、それはかなり大きな節約ポイントかなと思っています。特にさ、オランダのワーホリは入国してからすぐビザが出るんじゃなくて、オランダに入ってそっからビザの申請が始まって、人のブログとか見てるといつ出るかマジで人によってわかんない。確かに。だからもうそれもあって、固定費が抑えれるなら抑えたいなみたいなのは2人で話してあった部分。そう。そのオランダって家がないと働くこともできないっていうシステムなので、働ける時期が読めないからなるべく滞在費は抑えたいっていう感じかな。理由の3つ目が、僕たちオランダの知り合いがいなかったんで、このワークアウェイを使ってオランダ人の知り合いとか友達とか作ったり、オランダ人の生活とか文化に触れられたらいいなっていうので、この3つの理由でワークアウェイにしました。次にワークアウェイの実際の使い方、僕たちがどういう風に使ったかをお話ししようかなと思うんですけど、一番最初にしたのがプロフィールの作成です。プロフィールは一番大事だよね。なので、プロフィールは充実させるっていうのが大前提で、その中でもポイントなのが、写真とか動画、自己紹介動画を作るとめちゃくちゃ感触はいいかなって思います。実際にホストファミリー候補の人から動画見てとても良かったって言ってもらったことも多かったし、かなり受けは良かったんじゃないかなと。めちゃくちゃ良かったと思う。作って良かったなっていう感じです。あとは、プロフィール文をなるべく細かく見やすく書くっていうのは意識しました。で、プロフィール作った後にしたのが、その条件に合ったホストを探すっていうことで、渡航する時期だったりとか、立地とか、ホストの家族構成とか、僕らの場合だったら2人で滞在できるかどうかとか、その辺をいろいろ考えて条件に合ったホストを探しました。僕らがターゲットにしてたって言うとあれだけど、いいなと思ってたのは、僕らの親ぐらいの夫婦
の人か、ちっちゃい子供がいる家庭に絞って探してたね。そうだね。その理由っていうのは、これからオランダ生活する中で、もしかしたらあまり関わることの多くない人たちかもしれないので、このワークアウェイを使ってそういう人たちと関われたらいいなって思ったのと、より信頼できる、信用できそうな人たちだなと思ったので、絞って探しました。で、実際に送ったメッセージ、ホストファミリーの数は13件。13件のホストファミリーにメッセージを送って、帰ってきたのが9件、返信返ってきました。その中には、ちょっとごめんなさいっていう人もいれば、ぜひ来てくださいっていう人もいて、その中で細かい条件だったりとか、コミュニケーションを通して、最終的に決めたのが2件。で、今、僕らがいるのが一番最初のホストファミリーのところです。オランダのめちゃくちゃ田舎。あとは、細かいプロフィールの書き方とか、ホストの探し方とか、コツみたいなところは、僕たちブログも書いているので、概要欄にあるリンクからそちらのブログも参考にしてもらえたらなと思います。で、今度はワークアウェイを実際にしてみて感じるメリットデメリットなんですけど、それぞれ3つずつあって、まずメリットから言うと、1つはやっぱりお金がかからない。めちゃくちゃありがたい。本当にありがたいね。それこそ10万円ぐらいとかかかってたはずのものが抑えられたんで、それはかなりメリットとして大きいなっていうところと、あとはオランダ人、ローカルの人との出会いとか、それこそ他の国から来てるワークアウェイの他の人たちとの国際交流とかができるっていうのと、それに付随してオランダ人の生活文化を味わえるっていうのはめちゃくちゃいいですね。できないからね、なかなかこう家庭に入るっていう、かなりいい経験させてもらってます。で、3つ目が、その家探しに対しての心の余裕ができるっていうところで、ホテルとかエアビーとかに1ヶ月とか泊まりながら、その間に家を決めなきゃいけないってなると、心理的にプレッシャーとか焦りとかあるかなって思うんですけど、ワークアウェイの場合は、もちろん最初の期間は決まってるけど、延長したかったら、ホストファミリーとのその交渉次第で延長もできるんで、もしくは違うホストファミリー使ったりとかして延長はできるので、その点、ゆっくり家探しができるっていうのが結構メリットとしては感じてるところかな。オランダただでさえ家探し大変だから。そう。結構長めに期間をそう。いろいろ調べてたら結構オランダ家探し大変っていう情報がいっぱいあったので、その辺はワークアウェイを使うことでゆっくり家を探せてるかなって思います。で、次にデメリットなんですけど、一つ目がその契約書がないので、ホストファミリーと自分たちとの間のやり取りになるので、結構当日まで不安だったよね。メッセージしかないみたいな。そう。本当に信頼のもとで成り立ってるみたいな感じなので、ちょっとギリギリまで大丈夫かなみたいなのはありましたね。実際ね、連絡つかなくなったからね、私らもそう。なんか蓋開けたらただイタリアに旅行行ってただけだけど、なんかメッセージで最終確認したら、しばらく未読されて。そう。これ家あるみたいな。オランダ着いて最初の家ないんじゃないか疑惑がね。一瞬出たけど。出たけど。そういうのも起こりうるっていう感じですね。二つ目は、郊外にホストが多いので、もし市内に行きたいとか、そうなった時に、ちょっと時間がかかるかもしれないっていうのは、デメリットになりうるかなっていうところですね。ビザの申請とかもね、割と市内だったりすることもあるので。役所関係がね。そう。なので、その時はちょっと移動がね、時間かかるかなっていう感じです。三つ目、他人と一緒に住む可能性も結構あるっていうところですね。僕たち今、ホストファミリーのところにお世話になってるんですけど、僕ら以外にもフランス人の女の子2人とギリシャ人の女の子1人と、なんか来週にはニュージーランドの男の子が1人来るって言ってたんですけど、そういう子たちと同じ空間、同じ部屋とかじゃないけど、同じ空間で過ごしているので、そういうのがちょっと苦手というか、合わないなっていう人ももしかしたらいるかもしれない。でもプライベートな空間があるかどうかとかは全部プロフィールに、ホストのプロフィールに書いてたよね。ホストによって全然違うので、その辺はプロフィールとかよくチェックしてもらって、ただね、英語でコミュニケーションみんな取れるというか、毎日英語は喋らないといけないので、英語力上げるっていうのもさっき言い忘れちゃったけど、メリットにも
なるかなっていう感じですね。で、ワークアウェイを使う時の注意点なんですけど、まずは、そのワークアウェイを使う時に登録料っていうのがかかります。一人の場合だと US ドルで59ドル。カップルの場合だと85 US ドルになります。ただこれ一回払っちゃえば、あとはもう全部使い放題。1年間じゃなかったっけ？ 1年間だっけ？なので、その登録料はかかるっていうのが一つ注意点です。あとは、さっきも言ったけど契約書がないので、ホストと自分との間でのやり取りというか、コミュニケーションになるっていうのを意識しておくのは大事かなと。あとは、仕事内容とかもホストによって全然違うので、自分がそのワークアウェイ上で見た仕事内容とかのページをプリントアウトしといて、それを証拠じゃないけど、大丈夫だと思うけど、たまに思ってた仕事と書いてあった仕事と違う仕事を任されるみたいな。条件とかね、何時間働くとか、ご飯あるとかないとか。そういうのもね。ちゃんと証拠として取っておくといいかなと思います。僕らはちなみに週5、月から金曜日で毎日朝の4時間。8時から12時。働いて、午後は本当にもうフリーだし、週末もフリーっていう感じです。本当にありがたい。あとは、収入は得られないです。あくまでボランティアとしての活動なので、お仕事を手伝う代わりに住むところと、食事提供してもらうっていうところで、収入はないです。食事提供されるのか、野菜もらえるのかとか、自分たちで作らないといけないのかとか、その辺も全部ね、ホストによって違うので、ちゃんとプロフィール見てもらえればなと思います。ということで、ワークアウェイについて話してきたんですけど、僕たち今1週間ワークアウェイで滞在してみて、最高の体験をさせてもらってます。めちゃくちゃ最高。本当に。楽しいね。もう想像の100倍ぐらい良くて、お仕事の内容も、1本目の動画でもね、ちょっと出してると思うんですけど、ぶどう畑のね、中で仕事したりとか。普段そういう農業みたいなのに触れることって今までもなかったから、体験としてやる分にもすごい楽しいし、心の余裕がある。ここはでも本当レビューがめっちゃ良かったんだよね。そう。だから決めたっていうのはあるけど。ホストファミリー本当に親切な人たちで、一緒に仕事してる他の国の子もすごいいい子たちで、週末にはね、ボートピクニックっていうのかな、あれは。で、誘ってもらったりとか、みんなでレストラン行ったりとか。温泉入った。そう、ホストファミリーがね、庭に温泉とかホットタブ思ってて、薪でね。そう、薪入れて、そこをね、入らせてもらったりとか、本当にオランダならではの体験、ワークアウェイならではの体験をさせてもらってて、めちゃくちゃおすすめでございます。で、ワークアウェイ以外にもワールドパッカーズっていう似たようなサービスもあるので、これからね、海外渡航する方にはおすすめの方法なので、ぜひ見てみてください。あとは、長期滞在じゃなくても、そういった海外のね、体験、その国ならではの体験したいっていう旅行者の人にも結構おすすめかなと思います。このチャンネルでは、オランダワーホリとか、オランダ移住とか、あとはそれこそ海外生活、海外移住っていうところに関連する情報というか、様子をどんどん動画で出していこうかなと思っているので、少しでも興味ある人は、いいねとか、コメントとか、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは、ドゥイー